さんこんにちは、サラです。今日はオーストラリア人は残業しないは嘘、日本人よりもたくさん働くオーストラリア人のワークスタイルについて紹介していきたいと思います。ブログとかインスタの記事を見てると、オーストラリア人は残業しないとか、仕事が適当だとか、仕事よりもプライベートが重視だから自分の仕事が終わってなくても帰る時間になったらきっちり帰るとか、そういう情報が結構流れてて、実際日本にいる時にそういうオーストラリアで働いたら自分の仕事に対する価値観とかもいっぱい変わるやろうなってめっちゃ期待してたし、そういうのも結構理由でオーストラリアにすごいワクワクを抱いてたの。もうこのまだたった4ヶ月しかオーストラリアにはおらんねんけど今現在3、4、5、60人とか70人とか何人ぐらい働いてるか分からんけど、結構大きい飲食店で働いてて、でしかもそのうちの8割9割がオーストラリア人なの。だからそういう場所で働いて得た経験とか知識で今からお話しさせていただくんですけれども、まず私がそういう風に感じた第一は、毎日のようにも突然今日今から入れるとか、ごめん今日休みだったと思うんだけど午後から入ってくれないとかっていうメッセージが来るの。入ったばっかりの時とかにさ、週3で聞かれたの。入ってほしい入ってほしい入ってほしいって。でもほんまに予定があって、その3日ともな、だからごめんなさいって最初の2回は断ったけど、さすがに3回目断ったらまずいかなと思って、その場におった同じ職場に働いてる女の子たちに、今日今から遊びに行くじゃんみたいな、でもこんなこと言われたんだけどなんて返信したらいいかなって聞いたら、あなたはまだ初週だから断って大丈夫だよみたいな、でも来週から断っちゃダメだよみたいな言われたの。来週から断ったらあかんねやとか思っちゃって、なんかもう基本その子たちも断らへんのよ。で実際にその同じ職場で遊ぶ約束してた子から、ごめん今日急に働かなきゃいけなくなっちゃったからまた次回にしようって言われたの。他にもなんか今日仕事めっちゃ疲れちゃったから遊びに行く予定なしにしようとかって言われたりするの。でも仕事とかよりもプライベートの方が優先っていう話を聞いてたから、もう普通に戸惑うやん。で今までは韓国人オーナー、日本人オーナーのところで働いてたんやけど、初めてオーストラリア人オーナー、オーストラリア人に囲まれて働く環境で結構ワクワクしてたのに、全然思ってたのと違うなって結構ショック受けたの。なんかカルチャーショックっていうか、もう逆カルチャーショックみたいな、もうカルチャーショックできませんショックを受けてしまったわけで、私は。で今日仕事疲れすぎたから寝なきゃいけないからごめんねって言ってきた女の子をつけちゃって性別バラしちゃったけど、言ってきた子はもう1日10時間労働とか普通に毎日のようにしてるの。なんか本当は夕方5時に上がれるはずだったのに、忙しいしやらないといけないこともいっぱいあるから今日夜10時まで働いたんだって、お腹空いたから今からマック行ってくるみたいなとか言ってたりするの。全然意味わからんやん。君バイトやし学生やで大丈夫って思っちゃうやん。それはもう今日疲れすぎたから寝かしてほしいって言われてもしゃあないわって思っちゃうし、でもこっちからしたらさ、遊ぶのめっちゃ楽しみにしてたわけやから断られたらショックやし、そこまでして働かんでいいやんって言っちゃうんやけど、でもまあみんなほんまにそうなの。そこにおる人は、そこで働いてる人はみんな言われたお願いは断らへんし、しかもなんか自分が相談したら断らない方がいいよって言ってくるから、なんかやっぱり考え方が聞いてた話とちょっと違うなって思います。で大学生がめっちゃいる日本のマクドナルドで私は5年ぐらい働いてたんですけど、なんかそこで働いてる時もシフト作ってる人が結構学生のみんなにお願い土日人足りへんから入ってほしいとかめっちゃ言うねんけど、いやごめんなさいその日は用事あるんでってちゃんとみんな断るし、学校があるんで無理ですとかさ、友達と遊ぶんで無理ですとか、その日はお出かけしてるんでどっちも入れないですとか結構しっかり言ってたんよ。それは私が大阪出身やからっていうのもあるかもしれへんし、周りがみんなそうやって断ってるから断りやすい環境っていうのもできてるかもしれへんけど、なんかそういう場所で働いてたからこそオーストラリアに来て、オーストラリアの方がみんな断らないし入らなきゃいけないっていう、もちろんそれもだから誰も断らへんからそういう環境ができてしまったっていうのもある。オーストラリア内でたった一つの断らない仕事が大事な職場に偶然私が行ってしまってる可能性だってあるけど、なんかそういうことなんよ。でも夕方とかに仕事がない日にビーチに行ったりすると、なんか子供から大人までもうおじいちゃんおばあちゃんまで老若男女みんな
遊んでるんよ。結構ワイワイしてて、例えば大人たちはバーベキューしてる、子供たちは近くの遊具で遊んでる、おじいちゃんおばあちゃんは手つないで散歩してたり、なんかランニングしながらベビーカーをしてる人もおるし、ビーチバレー、学生たちはビーチバレーしたりサーフィンしたりしてるの。そういうのを見たら、まだ夕方5時6時やのにこんなにもいっぱい人が、平日なのにこんなにもいっぱい人がいるってことは、みんなやっぱり仕事よりもプライベート人生を充実してるんだっていう風に見えちゃうんよな。だから夕方のビーチとかに観光だけで行っちゃうと、やっぱりオーストラリア素晴らしい国だ、来てみようかなって思うかもしれへんねんけど、実際そのビーチのある付近に働いている人々は仕事を断れない状況下で働いているみたいな。だから来てみないとわからんこと、これはもう衝撃的です。今まで韓国人ボス、日本人ボス、オーストラリア人ボスって3件働いてきた私のそれぞれの国の働き方に対する考え方をちょっと話させていただこうと思うんやけど、韓国人は日本よりも金への執着心が結構強い人が多い印象です。で、これはファームで韓国人に囲まれて働いた上でみんなから聞いた話もあるし、サラが日本人オーナーのところで働いてた時に他店舗の韓国人だけの店舗についてそのオーナーから聞いた話なんやけど、日本よりも女性は家にいて家事をする、で男性は外で必死に働くっていう文化が日本よりもずっとまだ強くあるから、男性の方が金をいっぱい稼がなきゃいけないって感じやし、女性もなんか負けず嫌いな人、国民性なんか多いから、男性よりもいっぱい稼ぐって一生懸命働いてるから、金もっと稼がなきゃ、もっと真面目にやらなきゃみたいな感じの印象を抱くの。日本人のオーナーの場所で働いてると、なんかスマホを触りづらい印象があるなと思いました。でスマホでそんな遊んでゲームとかはさすがにどこでもしやんけど、韓国人オーナーの時とか、スマホで急にメッセージ来たらメッセージ返したりとか、あと音楽、好きな音楽じゃないなこれと思ったら音楽変えたりとかしてたし、今オーストラリア人オーナーのところで働いてて、手が空いてすることないなって思ったらメッセージ返したりとか、時間確認するためにスマホ見たりとかするけど、日本人オーナーのところで働いてた時は時間が気になってもあんまりスマホ触ったらあかんなと思って出さんようにしてたしとか、そういう印象、私が勝手に思ってただけかもしれん。怒られたり注意したわけじゃないから、全然スマホも触っていい環境やったんかもしれへんけど、私はそういう風に感じました。お客さんが目の前に来たらもう死後やめるみたいな、お客さんがまたどっかに行ったらさっきの話なんだけどってまた続きを話し出すとか、なんかお客さんの目の前で喋ってはいけないみたいな文化が結構あるのかなって思った。で、なんかこれ食べていいけどお客さんにバレないようにねってお寿司を渡されたりするの。だからなんかちょっと隠れて後ろ見てもぐもぐとかしちゃったりするんやけど、これはなんか日本人特有な気がする。韓国人もそうなんかもしれへんけど、オーストラリアではこっそり食べてねみたいな文化は全然ない。で、その全然ないって思うのが、銀行口座開設しに行った時も店員さんブドウ食べながらさ、なんか日本で税金ちゃんと払ってるとかって聞いてきたりするし、マックの店員さんですらもう死ぬほど客並んでんのになんか食べてんの、なんか食べたり喋ったりしてんの。なんか別に急いでないからイライラもせんかったし、何あれって思っただけやってんけど、急いでる時にあんなん見たらもう、てか日本でそれやったらもう大クレームじゃない？お前ら何喋ってんねん、客こんな待ってるやろって絶対たくさんの人が言うと思うし、日本のマクドナルドどんだけ真面目に死ぬ気で働いても理不尽なクレーム言われんねんから、許されないことだと思います。日本では店員同士の死後してるっていうか、なんかお客さんの席に行ってお客さんと喋ってるんよな。だからお客さんともすごい仲が良くて、お客様は神様じゃなくて、お客様はもうフレンドマイトですみたいな感じで、休みの日にお酒飲みに行った時にお客さん見つけたら、日本やったこんにちはって感じやん。でもそうともならん場合も多いやん。あの人常連の人で知ってるってこそこそ友達に話したりするぐらいやん。でもオーストラリアとヘイみたいな、もう名前もお互い知ってるし、ヘイジャックみたいな、ヤッホーマークみたいな感じで話しかけに行って、なんならさ同じ席でお酒飲んじゃってるんよ。私が一緒にお酒飲みに行った女の子の職場に飲みに行った時に、常連さんとかが結構いろんな席におるやんか。したらなんかもうすっごいみんな集まってきちゃって、同じ席でナイストゥミーチューみたいな、客同士でナイストゥミーチューが始まるの私たちの席で、
もうなんか 2,3 組ぐらいが私たちの座ってた席に集まってきてみんなで会話するみたいな。でもそれって友達から始まった関係じゃなくて客と店員から始まった関係性なんやと思ったら、なんか不思議やなって思ったし、これはオーストラリアならではなのではないでしょうか。でもそういういいところもあるけれど、予定崩れた、働かなきゃいけなくなったから予定崩れたっていう人もいるし、10時間拘束された、こんなつもりじゃなかったのに今日はって言ってる場合もあるから、もう絶対プライベート重視ってわけではないし、仕事を結構大事にしてるなっていう印象でした。でもこれはさっきから言ってるけど、そこの職場だけかもしれへんし、でその働いてる人の多くが学生なんよな。家族を自分で作って持ってる人たちじゃないから、そういう君たち学生はいっぱい働きなさいとか働きましょうっていう考え方なのかもしれないなと思ったから、サラが読んだブログとかインスタのやつは結構年齢が30代とか40代の人で家庭を持ってる前提でブログとか記事を書いてるんやったら、お家がみんな家庭があるから家庭のために残業はしないで、自分の仕事が終わってなくても終わらせなくていいからまず帰って家庭を大切にして明日またやってきなさいみたいな感じなのかなって思ったりいろいろ考えました。今後また新しい気づきがあったら復刻版新オーストラリア人のワークスタイルみたいな感じで動画撮りたいなと思うので、とりあえずここで感じたことをまとめて話してみました。はい、それでは見てくださってありがとうございました。また次回の動画でも絶対に見てください。バイバーイ。